こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。ドワーフ遺跡ってロマンがありますよね。ここまで高度な文明を築いた種族がなぜ忽然と姿を消したのか、医師のベッドで寝て次の日体が痛くならないのか、ドワーフについて考え出すと歴史のロマンを感じずにはいられません。というわけで今回はドワーフをテーマにしたビルド、ラストルーマーの作り方を紹介します。まずは種族ですが、多くの女性にします。今回のビルドは近接攻撃がメインになるので、強戦士の怒りを使用できるオークを選びました。名前は、ドワーフらしさを重視してドワーキンにします。それではヘルゲンを脱出します。ハドバルとレイロフどちらと逃げるか選べるのですが、今回はレイロフルートにします。最初に戦う帝国軍の隊長を倒せばすぐに前進軍の重装備が揃うからです。鎧が手に入ったら後の敵は無視して駆け抜けます。ヘルゲンを脱出したら、まずはすぐそばの大守護石に向かって、魔術師の石碑をセットします。リバーウッドに着いたら、アルボアから紅玉のインゴットを1つ購入して、適当に革を4つ用意します。そうしたらこれらを材料にして、冒険者のバックパックを作成します。バックパックは他の装備枠を使わないので、デメリットなしで所持重量とスタミナを強化できます。ホワイトランから馬車でウィンドヘルムに向かって、そこから南西に進むと、マーラの目の池が見つかります。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。そうしたらすぐそばのコウシュの間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのままコウシュの間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。これにはアンデッドに対する魔法を 25% 強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。試しにこの状態で冒険者のバックパックを付け直すと、スタミナと所持重量の増加量が 25% 強化されます。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これが令和のスカイリムの新常識であることは今更言うまでもありませんね。クエストが完了したら、黒鉱石など金目のものを回収してから次へ向かいます。まずはある程度お金が必要なので、リフテンでこれまでの戦利品を売り払います。商人のお金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすればお金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けることができます。黒鉱石は後で使うので一つ残しておいて、その他の戦利品を売り終わりました。そうしたら宮廷魔術師のウィランドリアから、豆苗と聖者の光の呪文書を購入します。酒場でマラマルから結婚についての話を聞いて、マーラのアミュレットを購入します。さらにマーラ聖堂でマーラの祝福を得れば、回復呪文の消費を合計で 25% 軽減できるようになります。それではウィンターホールドに向かって、ファラルダから入学試験を受けます。宿屋で休息ボーナスを得てから、ドレビスに話しかけて、秘術の収束点を浄化するクエストを開始します。秘術の同調手袋を装備してから、秘術の収束点を調べると、ランダムでバフが発生することがあります。目当てのものが発生しなかったらリセットして調べ直します。これを繰り返せばそのうち、プラス100マジカ上昇というバフが発生します。これは最大マジカが上昇する効果に見えるのですが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから、ミッテンでドラウグルに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルを40まで上げたら、一度ミッテンから出て、コレットから聖者の息吹を購入します。そうしたらまたミッテンに戻って、今度は聖者の息吹を当てて回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。次は打者でソリチュードに向かいます。門の前まで着いたら、崖の上めがけて豆苗を打ち込みます。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上昇します。あまりに上昇が早すぎて表記が追いつかないので、ある程度打ち込んだらスキルツリーを開いてスキルレベルを確認します。レベルはこの時点で上げてしまって構わないので、ステータスの上昇は全て体力に振り分けます。肝心の編成スキルは、すでに100まで上がってました。そうしたらここで一度編成スキルをレジェンダリー化して、もう一度100まで上げ直します。というわけで2回編成スキルを100まで上げたら、レベルは29まで上がりました。
それでは回復パークの聖職者を取得します。編成パークは後で取得するので、とりあえず今はこれで十分です。次は吸血鬼を直したいので、適当な根膜の藤吹を購入して、黒痕石に魂を捕らえます。馬車でモーサルに向かって、宿屋で噂話を聞いて、夜明けの目覚めのクエストを開始します。ファリオンに黒痕石を渡して、儀式場で吸血鬼を治療します。本来ならこれで聖職者や血虫の兜による強化は得られなくなるはずですが、試しに冒険者のバックパックを付け直してみます。すると、吸血鬼は治ったはずなのに聖職者と血虫の兜により効果が 1.56 倍になってます。これが序盤でこのキャラをアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、これは常識にならない方がおかしいレベルの強力なテクニックですね。次は片手武器スキルを鍛えたいので、まずはそこそこ攻撃力の高い片手武器を2本購入します。戦士の石碑をセットして、ホワイトランの馬屋から野生の馬の地図を購入します。するとホワイトランのすぐ西に野生の馬が出現するので、しばらく乗り続けて自分の馬として飼いならします。宿屋で休息ボーナスを得てから、馬を適当なくぼみにセットして、二刀流で攻撃し続けて片手武器スキルを鍛えます。片手武器スキルが30まで上がったら、二連疾風のパークを取得します。これで攻撃速度が上がってより効率的にスキルレベルを上げられるようになります。片手武器スキルが50になったら二連疾風のランク2を取得するのですが、その際必ず血虫の兜は装備しないようにします。二連疾風は自身がアンデッドなら聖職者や血虫の兜で強化できるので、それらを揃えた方が攻撃速度は上がるのですが、今回はあえて聖職者のみで強化することにします。理由は後で説明しますが、おそらくその方がダメージ効率は良くなると思われます。というわけで片手武器スキルを70まで上げました。それでは二連猛撃、戦闘の構え、強烈な攻撃、クリティカルチャージ、アームズマンのランク4までを取得します。次は重装スキルを鍛えたいので、ある程度強力な重装備を入手しに行きます。酔いどれハンツマンのカウンターの上のメモを読むと、勇者の戦いのクエストが開始されます。帝国軍の鎧を着た状態でドール城のアドベンタスカエセニウス特使に話しかけると、帝国の武器庫の鍵をもらえます。もらった鍵で武器庫の宝箱を開ければ、帝国軍のドラゴン装備一式が手に入ります。これらを装備したら、ホワイトランから西へ進んで、眠りの木の野営地まで向かいます。難易度をベリーイージーまで下げてから、巨人とマンモスに殴られて重装スキルを鍛えます。体力が減ってきたら、近くの洞窟に逃げ込んで、1時間待機して体力を回復します。これを繰り返せばいくらでも殴られ続けることが可能です。というわけで重装スキルを70まで上げました。パークを取得する前に血虫の兜をかぶっておきます。それでは鋼の拳、最適装備、適切な装備、セットボーナス、ジャガーノートをランク4まで取得します。このうち聖職者と血虫の兜で強化可能なのは鋼の拳による素で攻撃力上昇のみですが、これにも重要な使い道があるので、血虫の兜の装備は忘れないようにします。次はある程度の魔法耐性を確保しに行きます。馬車でドーンスターまで移動したら、そこから南に向かって進みます。するとそのうち万人の間に到着します。万人の間はプレイヤーのレベルが10になると自動的に壊滅するのですが、死体が割といい装備をしているのでついでに漁っていきます。万人の間の東に伸びてる参道を登っていくと、太閤の石碑に到着します。必ず血虫の兜をかぶった状態で、太閤の石碑をセットします。太閤の石碑は防御力プラス50、魔法耐性プラス 25% の効果ですが、これも聖職者と血虫の兜で強化可能です。次はリフテンのマーラ聖堂でディンヤバリュに話しかけて、愛の書のクエストを開始します。スカイリムの各地で恋人たちの手助けをしたら、必ず血虫の兜を装備した状態で報告します。これでマーラの使徒のボーナスを得られます。本来の効果は魔法耐性プラス 15% ですが、これも聖職者と血虫の兜で強化可能です。太閤の石碑と合わせて現在の魔法耐性は 62% まで上がりました。難易度レジェンダリーではまだ不安な数値ですが、とりあえずこれで当面の戦力は整いました。それではドワーフ関連のアイテムを集めていきます。まずはウィンドヘルムの船着き場からソルスセイムに渡って、商人にこれまでの戦利品を売ってお金を作ります。太陽の岩から少し南西にいる、
リーバス・サルバニに話しかけて、カグルメスの共鳴石を購入します。一度レイブンロックに戻って、聖堂でボイシアの祝福を受けておきます。この祝福は片手武器のダメージを 10% 強化する効果で、攻撃力に多少難がある今回のビルドでは常に受けておきたい祝福です。ミラーク聖堂から少し南に進むと、すぐにカグルメスに到着します。中では強奪者たちと戦闘になりますが、強戦士の怒りを発動すれば撃破は可能です。攻撃手段は主に二刀流での両手パワーアタックを使用します。これは二連猛撃と強烈な攻撃が乗算で適用されるので、難易度レジェンダリーでも十分なダメージを与えられます。全滅させたら強盗団の襲撃者の死体を調べて、カグルメスの共鳴石2つを回収します。そうしたら24時間待機して強戦士の怒りを再使用可能にしてから、扉の模様通りにカグルメスの共鳴石をセットします。すると大量のドワーフオートマトンと戦闘になるので、強戦士の怒りを発動して殲滅します。すべての敵を倒すと奥の扉が開くので、また24時間待機してから、奥に進んで、レバーを倒すと、頑丈なドワーフスパイダーを従者として雇えるようになります。次の戦闘では少しでも戦力が欲しいので、彼を従者にしてから広間に戻ります。中央の台座まで戻ってきたら、奥の扉の模様通りにカグルメスの共鳴石をセットします。するとまたドワーフオートマトンと戦闘になるので、両脇に出現する強化されたスフィアを優先して倒します。こいつらは離れているとクロスボウで攻撃してくるのですが、その攻撃力が尋常じゃなく高いので、先にこの2体を倒さないとあっという間に体力を削られてしまいます。強化されたスフィアさえ倒せば残りの敵は大したことありません。ここでは敵が高所から降りてこなくなってしまうことがよくあるのですが、その場合は離れた場所で待機すれば、近くにワープしてきてくれます。というわけで敵を全滅させたら奥の扉が開くので、頑丈なドワーフスパイダーと分かれてから奥に進みます。奥の部屋では頑丈なドワーフスフィアを従者にできるのですが、その前に一旦武器を外して、難易度をベリーイージーまで下げて、回数を数えながら殴りかかります。はい、6回殴ったら壊れてしまいました。そうしたら来た道を戻って、広間を通り抜けて、この装置のあたりまで来たら、再び奥に向かいます。すると頑丈なドワーフスフィアが復活してるので、また回数を数えながら殴りかかります。これを何度か繰り返すと、10回殴っても壊れない個体が出てきます。頑丈なドワーフスフィアのレベルはプレイヤーのレベルによってランダムで変動するのですが、鋼の拳を聖職者と血虫の兜で強化して、帝国軍のドラゴンのコテを装備すれば、難易度ベリーイージーで素手の攻撃を10回耐えられるのはレベル30の個体のみとなります。これが出現したら一度外に出て敵対を解除して、中に戻って従者として雇います。レベル30の頑丈なドワーフスフィアは体力が619もあり、盾役として非常に優秀です。またエクストラダメージ 1.5 を持っているので攻撃力も高いです。魔法耐性が 25% あるので魔術師に対して強いですし、毒と霊気に対しては完全耐性があるので、それらを攻撃主題とする敵には特に有利に戦えます。クロスボウによる遠距離攻撃も可能で、あらゆる面で隙がありません。強すぎて使用をためらってしまうレベルなのですが、今回のビルドはかなり残念な、多少つつましやかな性能をしているので、これくらいの強キャラを連れてちょうどいいバランスになります。ようやくまともにダンジョン攻略ができるようになったので、マルカルスからひたすら南東に進んで、流出の洞窟へ向かいます。中には主にドワーフオートマトンが出現します。ドワーフスフィア程度なら倒せないこともないですが、ドワーフセンチュリオンのような強敵と戦う場合は、頑丈なドワーフスフィアに盾になってもらいます。奥に進むと4つのエリアにつながる広大な空間に出ます。まずは一番左端の春のシンフォニーに入ります。ここでは花咲くスプリガンというモンスターを倒さないと先に進めない仕掛けになっているのですが、頑丈なドワーフスフィアと協力すれば苦戦することはありません。ある程度進むとこのエリアのボスである花咲くスプリガンマトローが出現します。メインの攻撃手段は毒なので、頑丈なドワーフスフィアに攻撃を押し付ければ問題なく倒せます。花咲くスプリガンマトロンがいた場所から少し進むと、
ドワーフのドローンハエが落ちてます。これを使用すると、1分間自分の周囲をドローンハエが飛び続けて、スタミナ回復速度上昇と毒耐性を得られます。効果時間が終了すると持ち物に戻るので何度でも使用可能です。ここでスキルツリーを開いて、編成パークの安定性を取得します。この状態でドワーフのドローンハエを使用すると、効果時間が135秒に延長されます。ドワーフのドローンハエは編成魔法らしく安定性で効果時間を 1.5 倍にできます。さらに聖職者も有効なので効果時間を2倍以上に伸ばせるというわけです。戦闘前に使用すればその戦闘中に切れることはまずないので、これでかなり使いやすくなると思います。中央エリアに戻ってきたら、次は右から2番目の秋の鐘に入ります。このエリアではドワーフの馬のパーツが散らばっているのでそれを集めることになります。仕掛けを解くために全ての種類の小麦を集める必要があるので、その過程でパーツは揃うと思います。ここに出現する収穫ドワーフセンチュリオンはとてつもなく強いので、戦闘は避けてパーツ集めに集中します。すべての小麦を集めて保管庫にしまえば、仕掛け扉が開いて、馬の頭のパーツを入手できます。すべてのパーツが揃ったら洞窟から出て、入り口前の壊れたドワーフの馬にセットします。これで、ドワーフの馬を乗り物として使えるようになります。ドワーフの馬は無敵なのでどんなに高いところから落ちてもダメージを受けることはありませんし、スタミナも減らないので永遠に走り続けることができます。移動手段としては間違いなく最強の馬なので、ビルドに関係なく手に入れておきたいですね。流出の洞窟には他にもユニークアイテムがいくつかあるのですが、今回のビルドには必要ないのでここで攻略は切り上げます。ウィンドヘルムから川に沿って西に進んで、見捨てられた洞窟付近まで来ると、すぐそばに破壊された2馬車の残骸が見つかります。古いキャラバンの宝箱を調べて、中のメモを読むと、失われた伝説のクエストが開始されます。指示に従っていくつかのメモを読み進めていくと、最終的にウィンターホールド南のサイトレスピットへ向かうことになります。ここは強力なファルメルが多数出現するので難易度は高いのですが、頑丈なドワーフスピアを盾にすればどうにか戦っていけます。またドワーフのドローンハエを戦闘前に使っておけば、仮に毒を受けてしまってもかなりダメージを軽減できます。最深部までたどり着いたら、バルブを操作して蒸気を正しい管に送らなくてはならないのですが、これが結構ややこしいんですよね。コツとしては蒸気に一番近いバルブを操作して、次のバルブの近くに蒸気が移ったらそっちを操作する、みたいな感じでしょうか。重要なのはとにかく蒸気に近いバルブを動かすことであって、管の中で蒸気がどう流れてるかとかは考えない方がいいです。仕掛けを解いて左右のバルブを開くと、死者との戦闘になります。さすがに頑丈なドワーフスフィアに任せていれば勝てるという相手ではないので、強戦士の怒りを発動して、頑丈なドワーフスフィアが倒される前に体力を削り切ります。死者を倒したら、中央のスペースへの扉が開くので、レイスガードとサンダーを入手できます。レイスガードは各種耐性の 10% 上昇と、キーニングやサンダー装備時に特別なバフを得られる効果を持っています。サンダーは霊気、炎、雷撃ダメージを5ずつと、スタミナと間近にダメージを与える付呪がついた片手メイスです。どちらもあまり強くないのですが、これらを同時に装備すると、スタミナ回復速度上昇プラス 50% と片手武器上昇プラス 15% の効果を得られます。スタミナ回復はともかく片手武器上昇がたったの 15% というのはかなり残念です。しかし今回のビルドはドワーフがテーマなのでどうにかこれを活躍させます。サイトレスピットから脱出したらそこから東に進んでホブのフォール洞窟へ向かいます。中にはスケルトンや資料術師が出現しますが、今の戦力なら十分戦えるので倒しながら進んでいきます。ある程度進むと開けた場所に出るので、隅にある古代呪文の書の宝箱を調べて、中身の呪文書をすべて回収します。洞窟の外に出たら、回収した呪文書の中から、解き放たれた陶器の呪文書を使用します。そうしたら早速解き放たれた陶器を唱えて、
そのままマップを開いて、ウィンドヘルム馬屋にファストトラベルします。その後スキルツリーを開くと、破壊スキルが58まで上がっています。解き放たれた陶器はファストトラベル中もスキル経験値が入るので、唱えながらファストトラベルすることで簡単にスキルレベルを上げることができます。あと少しスキルレベルを上げたいのでウィンドヘルムの中まで移動して、もう一度馬屋にファストトラベルします。これで、破壊スキルを60まで上げることができました。サンダーの元々のフッシュダメージは全ての属性を合計しても15しかありませんでしたが、属性強化パークを全て取得すると、合計で50程度までダメージが上がります。サンダーの富士は全ての属性が含まれているので、属性強化を全て取得すると 1.5 倍の 1.5 倍の 1.5 倍となり、最終的に3倍以上のダメージになるわけです。強いといえば強いのですが、パークポイントを7つも使う価値があるのかと言われると微妙なところです。ここからはサンダーを使う上で必要な装備を集めます。まずはレディアント装具店で破壊術の指輪極限を購入します。次は適当な鍛冶屋からドワーフのスタミナのブーツ極限、ドワーフの破壊術の鎧 U、ドワーフの破壊術の兜 U を購入します。それでは血虫の兜をかぶってから、これまで集めた武器や鎧を装備します。血虫の兜と交換で装備した場合も不死は強化されるので、まずは兜以外の装備をつけて、最後に兜を付け替えれば、すべての箇所の不死を強化することができます。これで現在の破壊呪文の消費軽減は約 97% となり、ほぼ不死を消費することがなくなりました。しかし今回のビルドでは破壊消費軽減 100% を目指すのでまだ十分ではありません。というわけでトルフディルから授業を受けて、サールザルまでやってきました。発掘現場の奥で壁のアミュレットを調べると、サールザルのアミュレットが手に入ります。すべての呪文の消費を 3% 軽減するという割としょうもない効果なのですが、現在の装備に追加で装備することで、破壊呪文の消費軽減 100% を達成できます。これでサンダーを含めたダメージを与える不死のほとんどは使い放題になりました。それではレイスガードで強化できるもう一つの武器、キーニングを取りに行きます。まずはそのままサールザルの攻略を進めて、その後なんやかんやあって、マグナスの目のクエストをクリアします。そうしたらアーニエルゲインに話しかけて、アーニエルの企てのクエストを開始します。何度かお使いクエストをこなしていくと、最終的にアーニエルが消失して、キーニングが手に入ります。これをレイスガードと同時に装備すると、強化されたキーニングというバフが発生します。効果はマジか、体力、スタミナの上昇ですが、体力とスタミナの上昇量が低めなのが残念なところです。武器としてはマジか、体力、スタミナを10ずつ吸収となかなか強そうに見えますが、基本的にこの不死は1回しか発動しません。充填することもできないので、こうなるとただのおしゃれなダガーになってしまいます。ただし不死で破壊消費を 100% 軽減できていれば、吸収効果を何度でも発動できます。注意点として消費軽減 100% 未満の状態で一度でも攻撃してしまうと、その後消費軽減 100% に戻しても、吸収効果は二度と発動しなくなってしまいます。なのでキーニングを使う際は常に消費軽減 100% を心がけてください。それではこのビルドの戦い方を紹介します。基本的には両手パワーアタックを連発して戦っていきます。本来ならスタミナがなくなればパワーアタックはできなくなるはずですが、スタミナ吸収武器を装備していれば延々と発動し続けられます。一発ごとのダメージは高くありませんが、ひたすらひるませ続けられるので安定して戦えます。ただしドワーフオートマトンは吸収がつかないのでこの戦い方はできません。そこで代わりに使うのがサンダーの静止パワーアタックです。こちらも2連猛撃と強烈な攻撃が有効なので、そこそこ高いダメージを出せます。攻撃速度が速すぎるとパワーアタックの前に通常攻撃が出てしまうのですが、今回のビルドの場合、この通常攻撃もパワーアタック扱いになってます。これは攻撃速度が特定の値の時に起こる現象なので、このために2連疾風取得時に血虫の兜は被らないようにしたわけです。ただしパワーアタックのモーション中に攻撃ボタンを長押ししても、次のパワーアタックは単発になってしまいます。
攻撃モーションが終わってから次を打ってもいいですが、パワーアタック後に一度通常攻撃を挟んで、その直後にパワーアタックと繰り返すのが一番ダメージ効率が良くなります。実戦の中でこれができるかと言われるとなかなか難しいのですが、覚えておくと役に立つかもしれません。これで今回のビルドの基礎は完成です。あとは各地でクエストをこなしながらスキルを鍛えれば自然と強くなっていきます。片手武器と重装スキルが100まで上がれば、レベルは41になります。このレベルならアームズマン、骨折り、ジャガーノートといった有用なパークは全て取得できます。またレベル40になればレディアント装具店で、破壊術の指輪無双が購入できるので、サールザルのアミュレットなしで破壊消費軽減 100% を達成できます。そうなれば代わりに巧妙さの首飾りを装備できるので、攻撃力の低さがだいぶ改善されます。それでは最後にこのビルドに有効な施設やボーナスを紹介します。ゴールデンヒルズ大農園、ロリクステッドすぐ南東にある自宅候補で、執事を雇って図書館と展示室を作れば、家の中に好きな祠を設置できるようになります。今回のビルドに一番有効なのはボエシアの祠です。片手武器上昇効果なので攻撃力の低さを多少は補えます。ボエシアの祝福はソルスチェイムに行けばいつでも受けられますが、スカイリムにもあった方が何かと便利です。ちなみに一度でも子供部屋を作ってしまうと、展示室は二度と作れなくなってしまうので、祠を設置したいなら子供部屋は作らないように気をつけてください。ディベラの首都、マルカルスのディベラ聖堂に侵入すると発生するクエスト、ディベラの心臓のクリア報酬としてもらえるボーナスです。異性に対する物理ダメージを 10% 増加する効果なのですが、プレイヤーが女性の場合なぜか全てのクリーチャーに対してもダメージが 10% 増加します。結果的に非常に強力な効果になっているので、なるべく早めに手に入れておきたいボーナスです。力の探求者、ソルスセイム島北部にあるホワイトリッジの墓場で、黒の書、血色の悪い節制を読んで、最王の黒の書を調べれば報酬として得られるボーナスです。戦闘スキルが 10% 上昇する効果で、片手武器と重装の両方が強化されるので、このビルドでは必須と言っていいボーナスです。というわけでラストドゥーマーの作り方の紹介でした。ロマン重視のビルドではありますが、意外とちゃんと戦えるので、ぜひあなたもラストドゥーマーを作って遊んでみてください。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。